りがとうございます。なんかここで感動しちゃって終わりのいいかなって思ってまだね、もうちょっとね、実はね、あともうちょっとじゃあこんなに頑張ってもう本当に身をもって体験されて1日1万歩、そして1日1食、ね、で映画をなるべく見るっていうところをこう身をもって体験して、これで自分の体に合ってるんだっていうことを見出してきて、ここまで来ました。2019年から3年経ちます。奥様実はがんは何もしてないんですよね。はい、してません。でも今ないんですよね。消えてるの。わかんないです。わかんない。検査も行ってないから。でも当時多分がんでもうねステージ3まで行ってたらもういないかもしれないね。いや先生に言われました。3年先生3年何もしないな。ですよね。だから私ナースなんですけど。看護師から言わせるとそんな無謀なことって思いますけど、でも自分にとって大事な自分に合った対応ができたっていうことですよね。はい、本当に良かったなと思います。はい、でここまで来たらですね、まだこの後どんな目標とかがあってこんなことしていきたいなっていうのがあるんじゃないかなと思うんですけど、聞かせてもらってもいいですか？これからどうしたい？何をしようね。したいことあるでしょ。したいこと？まずはアメリカ行きたいね。アメリカ行きたいよね。グランパスっていうところがとてもいいんですよ。とってもそれはやってみてですね。そこに行って住みたいですね。アメリカだから簡単というのはできないけど、なんかやっぱりこれが自分がなんていうのかな、とっても自分にあるんじゃないかなと思ってます。なんとなく英語も少しずつ使えるようになってきた感じがするので。じゃあ奥様少しもうちょっとフォローをお願いしてもいいですか？はい、計画がいろいろあるようなのでぜひ教えていただきたい。はい、お願いします。今まで自分たちで食事の食べ方から生活習慣の見直しから、あと物事に対するその不安とか恐怖に対する考え方を自分たち実際に自分たちの体変わったこと体験してましたので、だから周り、去年からかなたまたまお寺でご縁があって、お寺で住み込みの修行をしてきて、でそこでいろんな方に知り合って、ですっごくショックだなと思ったのは、若い子たち、本当に20代の子たち、やはり私から今自分でこうやって体験したから分かったんだけど、やはり冷え性が多いんですね。で冷え性結局食べ方から来てるんですね。でやはり夜寝れないとか悩みとかっていうよりも先に体が冷えてきてるから、冷えてるから酸素が細胞まで届かないから、だから腸の調子悪くなって、で自律神経が失調症になって、夜寝れないで不眠症になって、でどんどん悩みが、夜寝れないからどんどん余計なことを考え出すのね。寝れなくって、で考えると不安が出てきて、恐怖が出てきて、でなおさら寝れなくって、そうすると1ヶ月2ヶ月になってくるとうつ病になってくるんです。でそれが何人か本当にあって、じゃあ仕事柄でなんていうかクリーンラングエッジっていうあれは心理療法、心理療法の
なんていうか心理療法のそのやり方とか勉強アメリカでずっと主人と10年間勉強してきて、だからその方法を使って、あと我々が今やってる食べ方とかを組み合わせて、なんとその周りのその友人の子供たち、やはりその20代で悩んでうつ病になった子たちを何人か本当にうつ病から脱出することができたんです。一番最初悩み聞くんじゃなくて、食べ方から変えてあげて、3ヶ月間薬飲まなくて、先生から薬飲まなくていいっていうことを本当に3ヶ月間です。しっかりやれば。で長くて半年です。で高血圧も治ります。高血圧って変な話、食事何を食べていいとか塩分取らなくていいとかじゃないんです。まず食べる内容とか、あと食べ方を変えれば血圧が戻りますっていうのを私自分自身で体験してきて、4年前75キロあった。で先ほども写真見せたんで75キロあった。ポンポコです。はい、まん丸です。で一番困るので、洋服買いに行くのは LL サイズじゃないと高いのしか買えないんで、血圧が時骨折した時に入院して、手術の前で先生血圧測ったら200やばいとか先生に怒られて、なんだこんな高いのって感じで200あったんです。でそれを今となって血圧110、体重27から28キロ減りました。で特別なことしてません。ダイエットもしてないし。皆さんすごい。ありがとうございます。ですので食べ方なんで、そのがんになった時も、主人この病気になった時も体温が 32.2 から3しかないです。そうです。低いんです。なぜかっていうの、血流障害だから。だから今の若い子たちが冷え性もそうなんです。35度しかない。でそれを治せば免疫力ガーンと上がってくるので、今2人 36.6 ぐらい上がります。不可能じゃないので。でそれも食べ方で変わるんで、人間別に特別運動してるわけじゃないし、ただ毎日映画見てその周りぐるっと回るだけなんで、雨降った時にデパートの中でぐるっと回ればいいし、ただ歩くことをちょっと歩いて刺激を受けてっていうだけをしてますので、特別運動あるいはジム通ってるわけでもないし、特別サプリメント買ってるわけないし、飲んでるわけもないし、ただ入れるのは低酸素。結局体温が低いんで、血流悪いと酸素が体の細胞なんかいかないので、だからそれががんになったりとか、がんが大好きなんです、その状況。だからその低酸素と低体温を変えれば免疫力ぐーっと上がってくるので、もしかするとコロナにも効くんです、実を言うと。だって毎日出てるんですよ、2人かかってませんので。はい。でこれからやりたいことは、こういう今までのことをいろんな人に伝えたいと同時に、やはりこの病気になった人たちで一番の悩みは本人と一緒にいつも24時間いないといけない。でその介護は疲れる。で奥さんがアルバイト出たりとかしてる時に、施設じゃないけどデイサービスに預けたりとか、電話がかかってきたりとか、帰りたいとか、いろんなことをあるので、非常に何ていうか困る。しかもショートステイの場所もない。でどっか施設行く場所もない。でそれに対してうちっていうか自分の中の思いは、
やはりなんかその一緒に生活できる場所、あるいは一緒に働ける場所ないかなってずっと去年から思っていまして、でもなんかのご縁で10月からちょっと福岡行って造営の会社を運営している友人がいて、住み込みで OK ですよ2人で。でそこで働くことになって、まあ働くっていうかもうもうほとんど小遣い程度住み込みさせてくれるので、でうちもともと経営管理やってましたので、だからその会社のちょっと帳簿やら経営状況をちょっと整理してあげて、で主人もしかするとそこで草取りやったりとかいろんな仕事もしかしたらできたら、あ、それも一つの形だなっていうのをちょっと探ってみたいなと思って、10月からちょっと2ヶ月間一応2ヶ月間行って、でなんか体験できて、なんかノウハウをつかめたらまた戻って横展開していきたいなと思って、そうすると本人も家族の人たち、まあ自分自身もそうなんだけど、もっとこれからの人生が楽しい人生になることもあるんだなと思ってっていうことですね。それこれからやりたいことです。はい。はい、ありがとうございます。横展開するところまでね、もう見据えてこれまでの体験を踏まえて次造園住み込みに行くんだ。そうですね。ぜひぜひ頑張って体に気をつけてね、頑張ってほしいなと思うんです。で本当に食べ方とか歩き方とか考え方とか、本当にこう免疫を上げるっていうところを身をもって体験されてたんだなっていうのをすごくよく分かりました。ありがとうございます。でこれちょっともうこれで最後になってくるんですけど、認知症を抱えながらね生活している方とか、それからご家族に、それから支援をしている方に伝えたいことっていうのがもしあれば、ぜひ伝えてほしいなと思うんです。本当に身をもって体験されているので、こう周りの人にこう伝えてみたいなと思うことをぜひお願いします。なんだろうね。家族の他の家族のことですけど、絶対できないことはない。それでできないことはない。ありがとうございます。そう諦めないことを一言です。自分も最初から諦めてずっと薬飲み続けて、先生言われて、で家閉じ込めて、もう生きていけないんだ、こんな状況私は無理だって、で実際働けないし収入もないし、もうどうしよう枕って感じで、その時諦めたら本当にその瞬間で終わっちゃうんだな。今はないと思います。で今笑って皆さんの話することもないし、だから言えるのはご本人、ご家族それぞれみんな自分の人生があります。みんな自分の人生を大事に、これから残った人生を大事に生きていこう。誰かのためではなくてご自身のためで生きましょう。それが一番伝えたいこと。ご自身のためであれば周りも何ていうか明るくなれるし、でそんなに辛い思いしなくなると思います。それが私がこの3年間感じたことです。でもし病気、このアルツハイマー言われたり、あるいは高血圧、いろんな病気診断され、がんもそうだし診断された時、これはチャンスと思いましょう。これは自分の生活、食生活と自分の生き方を見直すチャンスです。体悲鳴上げてますからこの病気になります。がんもそうだし、でそれが一番いいチャンスで、それから
生活とか生活習慣とあとその食べ方を見直せば治るチャンスがあります。ただこの薬が効くとかこの先生が有名だから見てほしいとかではなくって、まず自分の今までなんで病気になったことをよく振り返っていただいて、それをきっとどっかヒントあるんです。うちがこの病気などもう一番大きい原因っていうのは食生活。もうラーメン大好き、とにかくラーメン大好き、毎日ラーメン食べてました。ホルモンがホルモンもね大好きでホルモン大好き、ラーメン大好きで、あと焼肉も好きでお酒も大好きで、もうすごいですよね。酒は大好き。もう2人酒飲み、すごい酒飲みで、私もすごい飲んで、やばいストレスがすごい状況の中でもう病気になる前から零細ですので、運が良くて主人のいろんなお客さんからオファーも結構あって、すっごい忙しいんですよ。で忙しい中もういろんなやばいこの仕事に対する意見が合わなかったりとか喧嘩したら、そうするともう酒飲めば寝れるから本当にひどいです。もう6缶4本飲むんですよ1日で。それだけ終わらないです。焼酎やらウイスキーやら何でも飲みます。でそれを毎日ずっと生活したらおかしくなりますよね、体で。その生活をだから自分の今までの生活を見直すチャンスと思って向き合っていただいたら、治すきっかけつかみます。薬とか病院を走るんじゃなくて、その生活を見直さない限りそこに根っこがあるので、いくら例えば木で葉っぱをいくら剪定して、ここ虫が生えてる、ここを切りましょうって言っても、もともとの根っこが腐ったらどうにもならないんです。だから根っこをどこにあるかまず探しましょうっていうことが皆さんにお伝えしたいと思っております。あともう一つ一番このコーディネーターの生徒がものすごいうちにとってものすごくありがたかったのは、やはり最初になった時に先生に聞いても区役所行きましょう、区役所行きました、いろんなこと尋ねました。よくわかりません。なんかこれもこれも、じゃああっちの省行って、あっちのとこ行って、あっちのとこ行って、もう言われた瞬間行きました。でもよくわかんないんです。何をどの順番にどういうふうにやったらいいか。でも行きます。で本人を連れて行く。もう連れて歩くとだけでもすっごい当時はすっごい大変だったんですよ。だってまず階段降りて電車乗って、で今だと笑い話になるんですけど、よくあるのは電車乗りますよね。で一緒に行くって、その当時は掴んでいくとそれ嫌がるんですよ。私は歩けるからって感じで。で後ろにいると思ってふっと思っていないんです。でよく私が早く乗ったら目の前にいるんですよ。もうドア閉まっちゃって、携帯が出れないんですよ。携帯の操作はその日の状態によってできるとできないんで、もうその時、携帯出てくれよって、運がよく携帯出てくれればラッキーなんです。でそれはよくある話で、あとエスカレーター乗ると先に歩かないと向こうはどこ行くか分からないので、先歩きます。でエレベーター乗ったらふっと見たら後ろの反対側にいるんです。もうなんかうろうろしてるんです。で登ってるからそこでうろうろしてまた引き返して降りないといけないので、だから大声で叫んで
てそこにいなさいって言って、もう周りから注目されて、そんなのしょっちゅうです。だからその時がずれて歩くのはものすごい大変で、それをいろんなとこ聞きなさい、あっち聞きなさいって言われても聞いてもよくわかんないし、で本当にその時あるそのコーディネーターさんに出会って、そこで行政のまずこれ言ってこれ言ってこれ言ってっていうふうに全部教えてもらって、大丈夫だよって言ってくださって、あれってすごい助かって、で結局その行政行っても申請しても3ヶ月後とか6ヶ月後とか1年半後とか、いろんな手帳によって審査の時間が違うんです。でまだ年齢的に厚生年金払ってましたので、そうすると障害保険申請するのも病状が判断されて、その最初の診察から1年半じゃないと立たないと、申請して1年半立たないと、あとその診察の日が1年半経たないと降りないんです。降りるかどうかも分かんないんで、でも1年半経たないといけない。でその間はうち零細だから大きい企業ではないので何も保証ないんですね。でどうしようって感じがあって、でそれも教えてくれないと、その一番最初かかった病院がどこなんだか分かんないんです。ずっとその脳外科も行って、内科の先生痛風なので内科毎月変わってて、その先生も相談して疲れだろうってずっと言われてて、で脳神経外科行ってレントゲンも取って何にも脳異常ないんです。アルツハイマーじゃ分かんないんですね。でその特別な機械じゃないとその血流のその造影ができないらしいんで、そこは何ともないし、うつ病じゃないかって最初言われて、でそれがじゃあどれを基準にしていくと、もうすごい半年も違ってくるので、だからそこが一番最初が、もし行政の方あるいは支援者の方がその制度が分かれば話してあげられる。じゃあこれを使えるかもしれない、これが使えるかもしれない。あと申請書書くの超大変で、もう全部一人で一生懸命作文したりとかやって、でそれも申請する時通るかとか分かりません。どうしようって感じで、ただそういうところの最初のところからもし支援ができれば、ご本人とご家族はものすごいその負荷とか恐怖が全然違ってきます。それだけはちょっともし可能であれば皆さんちょっと分かっていただければ、どっかそのチャンスあれば教えていただけるとものすごく役に立つと思います。本当にありがとうございます。ありがとうございます。本当にリアルというか本当体験してね、今までの3年間をすごい凝縮して喋っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。はい。でしかも最後コーディネーターにちゃんと振っていただいたので感謝でございます。すみません。ここから少しだけコーディネーター、若年性認知症支援コーディネーターっていうのはどんなところにどう位置していてっていうところを少し同じコーディネーターの石谷さんの方から喋ってもらって、この当事者家族からの話を終わりにしていきたいなと思います。石谷さん、よろしいですか。こちらの A4 のコーディネーターとはという資料、残り時間の関係でチラシの方をご紹介しようかと思います。すいません、ちょっと 2,3 分だけ最後にちょっとお時間いただければと思います。山上さんもお話の中で少しご紹介くださってましたが、若年性認知症支援コーディネーターという、
若年性の認知症を支援する役割を、担う、そういう役割に私たち今年の6月からつきまして、ぜひいわゆる65歳未満で発症した、認知症を抱えていらっしゃる若年性の認知症の方に、例えば、お仕事のこと、経済的なこと、制度やサービス利用のこと、あるいは、活動できる場所とか、家族同士の、お話の場の提供など、さまざまなお困りごとに、相談に応じさせていただく、そういう役割を担っていますので、今、少し増えまして、神奈川県内で、約10名ですかね、10名の、コーディネーターがおりますが、そういった、各所に配置されている資料の方をご覧いただきますと、各所に配置されているところ、ちょっと一覧でご覧いただくことができるんですが、こういったところに配置されている若年性認知症支援コーディネーターというものをぜひ必要に応じてご活用いただければと思いまして、最後にご紹介の時間をいただきました。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。本当はね、もうちょっとパワーポイントを使って説明をしてくれるっていう予定があったので、いいですよ、いいです、大丈夫です。本当はねっていう言葉はちょっと失礼ですね。しっかりとこの当事者の家族っていうところの話を聞くんだったら、もっと時間があってもよかったかなと思うし、ご本人の話ももっとゆっくりした場所で聞けたらいいのかなっていうふうにも思ってます。で、支援者の方もそれから家族の方も家族の会とか支援者の会っていうところで話していただいていいし、それから若年性の認知症の方ってどうしても居場所がないっていうところで居場所づくりっていうのを今横浜市内でもいろいろ考えられていて、認知症カフェっていう中にも若年性に特化した居場所っていうところも考えられています。でも先ほどお話があったようにショートステイ預かってくれる先がない、働く場所がないのよっていうところで、実は認知症に、若年性認知症の方の働く場所であったり、そういう居場所っていう日中どうやって過ごすのかっていうところについてはまだまだたくさん実は課題があります。そして実はその認知症ってお年を召した方もなられるし、年を取った方にもなられるんですけど、若年性の認知症になってくるとですね、実は奥様がすごく大変になってくる。特に男性が多いって言われているものですから、奥様が働き手になって経済的なところも踏まえて、そこもやりながら、お家のことを支えながら、本人のことも支えながら、自分のこともやりながら、子供のこともやりながらって、さっきの話でいくとお父様お母様たちの面倒を見ながらっていう状況になっていて、すごく大変であるっていったところを、今回はねちょっとギュッと縮めて話をしてもらいました。まだまだたくさん実は認知症の方、若年性認知症の方いる、周りにたくさんいらっしゃると思います。ぜひぜひ皆様のご理解とご支援をいただけたらありがたいなと思います。今日はこんな形でよろしいでしょうか。もし何かどうしても1個だけでも質問してみたいって方がいらしたら、ぜひこの時間いかがですか。大丈夫ですか。大丈夫な方ですかね。いいですかね。じゃあいい、さんもう終わりにしても。終わりにしようか。この場を作ってください。この場を作ってくれた皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。では、これでこの時間を終わりにしたいと思います。ご協力ありがとうございました。オンラインで入ってくださった方々、皆様ありがとうございました。お疲れ様でございます。